皆さんこんにちは。ハイテンション外人のハイガイです。ということで、もう何ヶ月も経ってるんですけども、ミニスーパーファミコン発売されました。皆さん購入しましたか？僕購入したよ。で、動画で言った通りに2つ購入しました。僕多分両方買いたい。ぶっちゃけて言うと1つだけじゃなくて両方欲しい。イエーイということで、なんとちゃんとアメリカバージョンと日本語バージョン両方購入しました。残念ながらヨーロッパの欧州バージョンは購入しておりません。ですがやっぱり遊んでみて楽しいわ。すごい面白い。スーパーファミコン大好きな人たちは絶対にね、このゲーム機買った方がいいんじゃないかなって思います。特に任天堂スイッチでまだやっとでアナウンスされましたけれども、まだそのバーチャルコンソールもないんで、まあ唯一昔のゲームを簡単に簡単に現代のテレビでプレイする方法がこのミニスーパーファミコンとミニ SNES ぐらいかなって思ってるんですよね。バーチャルコンソール Wii とかのもなくなってますんで、スーパーファミコンとか簡単にプレイできるのが難しくなってきてるっていうところがありますんで、まあ任天堂スイッチでそのバーチャルコンソールがねオンラインでプレイできるようになるっていうことなんで、それがどうなるのかっていうのがちょっと気になりますね。はい。で、まあ前回の動画ではもうすでに中に入っているゲームのことについて話したんで、今回この動画では中のゲームのことについて話すんではなくて、そのゲーム機を購入した時に何が入ってくるのか、ゲーム機とコントローラー2つなど、これらをアメリカバージョンと日本語バージョンで何が違うのがあるのかっていうのを皆様に伝えたくて、こちらの方、動画作ろうかなって思いました。やはりね、日本語バージョンとアメリカバージョン開けてみるとね、若干入ってる中身が違ったんですよ。両方ともただデザインが違うだけで中身入ってるものは大体同じかなと思ったんですけど、ちょこっと違うところがあったんでね、それらを皆様にお伝えしようかなと思っております。それと前回の動画、まあ皆さん見てなかったらぜひ見てください。いろんなゲームの違い、中に入っているゲームの違いを皆様に説明させていただきましたが、一つ僕が説明した中で、日本語バージョンでパネルでポンはいらないって僕その動画で言ったんですよね。日本語バージョンのパネルでポン、スーパーストリートファイター2とスーパーフォーメーションサッカーの3ついらんで、まあ早速両方ともプレイして、でパネルでポンもプレイしました。ゲーム何気に面白いで、あれね、友達と一緒に遊んでるとすごい白熱してね、ゲームはね、僕は前回はいらない言うたんですけど、遊んでみてこれは入れててよかったわって。パネルでポン訂正ですわ。パネルでポンはキープして、日本語バージョンでパネルでポン入ってよかったって思いました。ただスーパーフォーメーションサッカーお前はダメだお前はダメだよ。でもぶっちゃけ言うとスーパーフォーメーションサッカー好きな人も絶対いると思うんですよね。僕は子供の頃スーパーフォーメーションサッカーをプレイしてない世代だったんで、世代でもないな、ただプレイしてなかったんですよ。誰も持ってなくて。でせっかくだからねプレイしてみようって思ってプレイしてみたんですけども、難しいのなんだろうな、あんまり僕スポーツゲー自体がそこまで好きじゃないんで頑張ってプレイしてみましたが、あまりやっぱりね僕的にはちょっと面白くないなって思って、まあ結局はスーパーフォーメーションサッカーはね訂正せずにあいつはいらねって思います。怒んないで、みんな怒んないで。スーパーフォーメーションサッカー好きな人は怒んないで。ごめんって I'm sorry、 マジでごめん。だけど僕はいらないと思う。それと前回の動画で結構コメントで突っ込まれたのが、任天堂の話してるのになんでドリームキャストのシャツ着てるのかって、ハゲお前分かってないなって思ってっていうコメントがちょこちょこ見受けられたんで、今回はちゃんと任天堂関係のシャツ着てますよ。メテオさんのところから購入して任天堂とブッダを合わせたみたいなかっこいいデザインのシャツを着させていただいております。これで文句ないやろごめんって。いいじゃん、セガのシャツ着たって。好きやねんドリームキャストね。いいじゃんああいうシャツ着たって。文句あるはい、ということで早速なんですけれども、英語バージョンと日本語バージョン、中身が何が違うのかっていうのを早速解説させていただきたいと思います。まず最初に日本語バージョンの方を説明させていただきます。はい、ということでこちらが
スーパーファミコンミニクラシックミニを開けたら何が中に入ってるかっていうのを紹介したものです。袋とかのはもう全部取ってあるんですけれども、まず最初に何が入ってるかって言ったら、やはりミニスーパーファミコン、これは重要ですよね。ミニスーパーファミコンにコントローラー2つ。このコントローラーやっぱりね、オリジナルと同じような感じでめちゃくちゃ触り心地がいいですし、いろんなものをもう波動拳も簡単に出せる、なかなか素敵なコントローラーでございます。コネクターの方はね、Wii と同じような感じになっております。メニュー画面とか行きたいときはリセットボタン、ゲーム機をつけたいときはこのボタン、イジェクトボタンは押せないっていうことになっております。で、そこで今回のね中身もこちらミニファミコンと同じように電源はそのミニマイクロ USB ですねと HDMI で映像出力でございますんで、中に入っているのがそのまず最初電源用のマイクロ USB、 これを何でもいいんで USB のコンセントにぶち刺せば、このミニスーパーファミコンをつけることができます。さらに任天堂印の HDMI ケーブルが入っております。この HDMI ケーブルもまたねいい感じです。で、中に一応ミニスーパーファミコンのこのなんかパンフレットっていうか何でしょうか、とりあえずつなげ方の説明書と保証書が中に入っております。はい、これが、日本語版のミニスーパーファミコン。結構ベーシックですね。でもこれとりあえず全部つなげれば簡単につながるんでめちゃくちゃいいです。では早速次はアメリカ版の方にね見に行きましょう。はい、ということで今度はアメリカバージョンのミニスーパーファミコンに関してちょっといろいろ説明させていただきます。まず最初に箱のデザインからしても真っ黒。結構ねアメリカバージョンはね子供っぽいって言われて、日本語バージョンのデザインからちょっとかっこいいこういう色をあまり使ってないバージョンでデザインされております。で、中身がねこんな感じになっております。で、やはり最初に中に入ってるのは大体同じで、まず最初ミニスーパーファミコン、はい、で、ミニ SNES ですね、スネスって呼ばれてますね。で、コントローラー、これもねミニスーパーファミコンと比べると同じ感じですね。コントローラー触り心地も全然 OK、 波動拳、昇竜拳、竜巻旋風脚全然出せる。はい、ということでさらに中に入ってるこのミニ USB ケーブル、 HDMI で、ここからがちょっと違うところを説明させていただきます。まず最初になんとこれ任天堂印のコンセント、 USB コンセントが入ってるんですよ。これねミニファミコンも入ってなかったんですけど、なんかねこれは僕最初ミニスーパーファミコンミニスネスをゲットしたんで見た時にこれいいじゃんって思ったんですよね。なんで日本語バージョンにこれが入ってないのか不思議でたまらない。これ日本語バージョンと欧州バージョン両方ともこのコンセント入ってないんですよ。なんでアメリカ版だけなんですよね。でやっぱり結構いろんなところにこういうコンセントが持ってたりする人いっぱいいると思うんですけれども、やっぱりなんだろうね、例えば携帯にもすでに使ってるっていう場合が多いんですね。で、わざわざもし持ってなかったらコンビニでも何でもいいんですけども購入しなきゃいけないわけですよね。そういうことで考えると日本語バージョンはエキストラちょっとかかるかもしれないですけど、アメリカバージョンはねこれもついてくるんで、わざわざもし持ってなかったらこういうコンセントをエキストラね余計に物を払わなくて済むっていうのはありますね。で、次にまず最初にこれは保証説明書みたいな感じなんですけど、こういう日本のパンフレット的な感じですよね。こういう風に使うんだよっていう説明書で、これですね。僕は日本語バージョンもこういうの入れてくれたらいいんだなと思ったんですけど、まず最初日本語バージョンと同じような感じで説明文。ただ何が違うかって、これなんとファミコンスーパーファミコンポスターになってるんですよ。ポスターでじゃじゃん、中に入ってるゲームなどをいろいろ解説しながらちょこちょこ全部解説するわけじゃないんですけど、いい感じのポスターになってるんですよね。で、昔のアメリカのSNS で任天堂パワーっていうマガジンがあったんですけど、その任天堂パワーファミコン通信みたいなね、今のファミ通かで結構ポスターとかがね中に入ってる時が多かったんですよ。なんでそれと多分似せた感じでこのスーパーファミコンにもこういうポスターを入れようっていう感じで入れたんだと思うんですよね。で
このポスターが日本語バージョンにない。日本語バージョンにもこういうポスターみたいな説明書が入ってたらよかったと思う。やっぱり前回の動画でも説明させていただきましたが、アメリカバージョンの方がもっと結構あれですね、手間がかかってるように見える。いいゲームと中身考えてるっていうところはすごいあると思うんです。はい、ということでこの2つどう思います？やっぱね、デザインとかは僕はミニスーパーファミコンの方が全然いいと思うんですよ。ただ中身の中に入ってるもの、ハードウェアもアメリカバージョンの方がぶっちゃけ日本語バージョンよりいい感じがするんですよね。僕はアメリカバージョンの方がもうちょっと考えられてゲームのなんだろう、いろいろ入れてもらったって感じがするんですよね。日本語バージョンはとりあえずアメリカバージョンと似たようなものとちょっとなんでそのゲーム入れるんっていう感じのゲームがちょこちょこ入ってて、もうちょっとなんか入れられるゲーム変えられたんじゃない？スーパーフォーメーションサッカーマジでいらないいやでも目にそうなんですよね。もうちょっとポスター入れてほしかったね。僕のアイディア的にはポスターがもうダーンって感じがするんですよ。なんでせっかくなんでね、任天堂さんミニスーパーファミコン出して、もう次出す時にはねミニ64とか出すんでしょ。出してミニ64マジやりたい。でもその時にはねちゃんとコンセントとかポスターとか入れてると嬉しいなって僕は思います。でもまあ最終的には比べるとこっちの方が良さそうだなって思うんですけれども、ミニスーパーファミコンを持っててもミニスネスを持ってても両方ともめちゃくちゃいいゲーム機だと思います。いろんなゲームもプレイできますし、メニュー画面もねミニファミコンと似たような感じでしかも枠もねいろいろエディットすることができたりで、ミニスーパーファミコンはミニスーパーファミコンのなんかカラフルなね赤青黄色緑の色とグレー合わせた感じのメニュー画面になってて、ミニ SNES は黒とダークグレーでちょっと紫っぽいボタンがちょこちょこあるっていう感じのデザインにもなってて結構いい感じになっております。なので皆様もぜひ、こちらのミニスーパーファミコンとかミニスネスは前回のミニファミコンとミニ NES よりは購入しやすいらしいので、まだまだTSUTAYAとかに行ったら購入できるっていう話は聞きますので、ぜひぜひ皆さんそちらの方ね探してみて購入してみてください。スーパーファミコン自体遊んだことない人たちにとってもいいと思いますし、こういうゲームがあったんだよって皆様にアピールできますし、もし昔のゲームのファンだった人たちにとってはその昔に戻った感じでゲームをいろいろプレイできると思っているんで、皆さんぜひねもしまだ購入してなかったらちょっと探してみてください。そこまで難しくないと思います。はい、ということでどうでしたか？ミニスーパーファミコンとミニスネスの現物の違い、やっぱちょこっと変わっててみんなびっくりしたでしょう。そしてさらにみんなびっくりしたのがこのバックグラウンドがまた変わってることにびっくりしたでしょう。みんな気づいてなかったかもしれないけど、僕が変なスタジオじゃなくてオタク全開の部屋になっております。なんでねこういう感じでどんどんね動画も作っていきたいなと思っております。さらに僕ねいろいろねゲーム放送もしております。 YouTube の方ではねこういったいろんなゲームのレビューや、感想動画をいろいろどんどん作っていきたいと思っておりますが、ゲーム実際にプレイしているところを見てみたいという方たちはぜひぜひ皆さん僕の Twitch のチャンネル twitch.tv/ おもろいヤンキーの方をフォローしてください。さらに他にもいろんな動画をねアップロードする予定でもございますので、ぜひこのチャンネルも登録してくれると嬉しいな。みんな登録してな、いいね押して共有してありがとうということで、皆さんハイテンション外人のハイガイでございました。皆さんまた次の動画で会いましょう。じゃあねー。